こんばんは。大丈夫かな。なんかいろんなものを設定しなきゃいけないからですね。なんかすぐ忘れちゃうんですけども。日経が今300円台。一回なんか200円ね、割れそうだったもんね。210円。あ、覚えてます、これ。この210円あたり。なんでそこで止まったかわかる？そこから始まったんだよね、12月切りって。確か。12月切りが始まった9月8日のナイトセッションの、ね、9月8日の夜間の9月8日の安値。おお、230円でしょ。で、まあ安値そこ更新してんのか。210円か。でもまあそこら辺だったよね。だから、12月切りに変わって、まあそこら辺から始まったんだよね。そこからすごい急反発みたいな感じで。だから一応そこ行って230円割ったんだけども、その日の安値はあったんだけども、そこがもう実は買いだったっていうこと。薄商いがすごかったもんね。確か。Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You'll get insight into limitless possibilities, knowledge, and inspiration to feed your ambition. So before you invent, disrupt, before you change the world, Bloomberg. これだよ、これ。これミニだけど、これどうなんだこれ。255の250、240、245かな。もうだって70枚とか90枚の世界だから、まあそこまで行ったんだけど、そこまあ下行ったんだけど、さすがにまあここで買われたっていう感じだね。うん。振り出しに戻ったって感じ。で、そこで反発なんだ。OK。ユレイナさんこんばんは。島さんこんばんは。ジピタさんこんばんは。トールさんこんばんは。ミンシャさんこんばんは。ノリック55こんばんは。テイさんこんばんは。皆様こんばんは。そっか。YouTube はもうほとんど半分はテイさんが占めてるからありがとうさっきでもなんかおやすみなさいとか言ってたじゃん。寝たのかと思った。トッキーチャンネルさんこんばんは。どうも。まあ今日は S q ってことで、まあそれなりに売りは来るってね、昨日からさ覚悟はしてたからね。もっと下まで行くと思ってた人も多いでしょうけども、まあもちろんまだね終わってないから分かんないけど、意外とそこが対象っていうかね、まず出来高がすごい少なくって、ラージとか見ると、今ラージがさ結構売り越しであったのが、もうね、マイナス3だから、ほとんどフラットです。で、トピックス、母ちゃん、トピー母、マイナス25。これもほとんどフラット。ね。で、娘のミニだけが一生懸命頑張ってたけど、それでも1836枚売り越し、ラージに直しても183枚売り越しなんで、ド派手な売りじゃないんですよ。
ね、どっちかって言えば、アメリカが売られている分、付き合って売られてるって感じ。あんまりね、そこまで売られたくないような感じなんだよな、これね。今日の感じで言うと。で、しかもトピックスの下の、これ安値あたり、この1909ポイント、1910ポイント、この辺がね、もう100枚以下ですから。1909はもう5枚とか話にならん。だから、下に行く、下を模索する上で、ものすごい薄商いなんで、嫌気してるんですよね。だから下に行きたくないっていうこと。トピックスはもう、特にそうなんですよ。そうすると、底堅い動きになってるんで、トピックス。だから、日経も反発しやすいのかななんて思ってます。今日はね、どっちかって言えば、ミニ日経先物が、牽引役、主導となって売りになってるんですよ。で、それを、ラージの、父親のラージが抑え込んでるっていう感じ。で、母はもともと売り越しから入ってんだけど、途中からこのように下げ渋って、売り越し幅がすごい減ってんで、買いが入ってるんだと思います。そういうのもあって、日経は底堅い動き、下げ渋ってるっていうね、感じです。ヒロエムさんこんばんは。あやくぼさんこんばんは。レートシさんこんばんは。ケンさんこんばんは。3時過ぎに動きありそう。そっか。3時過ぎ。なるほど。今日の額は半期の額 3.2 兆分でしょ。で、だいたい3兆円じゃねえ、3兆ドル。朝です2兆ドル分で、引けが1兆ドル分なんで、だから朝のヘッジがなんかもう終わったのかなっていう感じなのかな。で、次が何？個別？どうなんでしょうね、こうなって。そうだね、朝の3時とか結構なんか動きそうだよね。ダウとナスはどうでしょう？ダウとナスはsignificantly to feel that whatever decline in inflation occurs will be sustainable. So, Steve, what is your terminal rate then? Well, where do I think we come to in this particular juncture? If we go out as far as 2024, I think we could be at the 5% level. I really don't have a forecast out beyond that. It really is a function of the economy and the dynamics in the labor market that we unfold and what happens in the global economic environment. From a macro perspective, this is going to be a very long period. Whether we call it recession or not is immaterial. We're going to have growth over the next 6 quarters, averaging anywhere from minus 1.5 to plus 1.5%. That's a pretty anemic growth rate relative to the underlying trend rate of growth in the economy. 冷やしなんだけど、もうね、このケルトナーのバンドから下に抜けちゃってんだよね。そうすると一回引っ込むんじゃないかと思って、そうするとね、次の日はリバウンドになるんですよ。こういうのもあるけどね、ちょっと連続でこう下行くっていうのはあるんですけども、こういうふうにね、それにしても、一回外れると中に戻す習性があるんですよ。で、例えばこれで
まあ、地合いが悪いんでね、ちょっとね、このまますぐリバウンドっていうのは難しいかもしれないんですけども、来週あたり、だから続いてもまあ3日ぐらいでも中のバンドに入ってくるんで、そうするとやっぱりこれがすごい気になるんですね、この雲のこのとんがってるところ。これにめがけて相場はちょっとね、戻すと思うんですよ。だから、今日はこんな感じかもしれませんけども、意外とね、リバウンドしやすいんじゃないかなって。もともとまあ、バンドはこうやって下から上に行って上から下に来て、この途中なんで、このずっと下に行っているトレンドではないんだよね。一回こういうやつだから、浅いとこでは反発しやすいと思うんですよ。これなんかほら、上行って下行って、そこから出てきたものが反発するでしょ。まあ次の日こうやってまた大きく売られるときってあるんだけども、まあ1回は反発しやすいんじゃないかって。これなんか面白いですよね。これ大体あれでしょう。5月の S q 的だね。多分。違う？そうだね。あ、5月の S q こっちの方が。まあそれでもほら、1日、まあ2日ぐらいでも反発しちゃうんですよね。だから、今そのバンドから外出ちゃってるから、まあ反発しやすいっていう感じがするんですけどね。これがダウです。スノーマンさん、こんばんは、どうも。FOMC 前に戻れないかな。FOMC 前には戻れないかな。いやね、意外とね、FOMC 終わって、ね、FOMC 終わったら、急反発するんじゃないかと思って。結局イベントそれで終わって、もう一回利上げしたらちょっと様子見らしいんですよ。ね。だから、水曜日だっけバーンと上げるでしょ。日本時間の木曜の朝か。そうすると、そこで一回利上げして、で、あとは、マーケット並びに CPI はどうなっていくかっていうのを様子見すると思うんで、ということは、金利触らない状況になるから、一回上げたら、意外とね、結構上がるんじゃないか。反発。でね、この形がすごい気になるんですよ。この雲の。パラマウントピクチャーズの雲みたいな山。なぜかというと、前回の日経先物に、ちょっと日経先物？ちょっと待って。三角ってのはね、あんまりないんですよ、実は。なんだけども、前回日経でそういう形があったんで、急にね、思い出したんですよ。何のこと言ってるかっていうと、ちょっと待ってね。ごちゃごちゃしてるから。これ一回こうして。This is a firm, a Wall Street titan that deals in the world of high finance with hedge funds, with corporations, with governments. Consumer banking is a fairly new space for them, only in the last few years, and they have grown rapidly. But that also means when you have a new business line that is growing rapidly, and you've seen some leadership churn and no real sign of profitability just yet, that is something that could pique the curiosity of regulators, and that might be one of the reasons この形はでしょ、このとんがってるとこ。
on this division that goes beyond their regular oversight of the overall firm or even the industry-wide process that they normally might carry これ out. にめがけて上に行く If the Fed is concerned, presumably 感 those じになるの inside the かな company なんて思ってるんですよ。 concerned as well. これに似たような感じ。だから今こっち下に行ってんだけど、 company of Marcus. で今こう下に行ってんだけど、下から上に、 Let's look at within Goldman Sachs because here is a firm that over the last couple of years 同じような動きするかどうかっていうのは分かんないんだけど、方面的には上なのかなって。 At that time, Marcus and its problems in the だから slack これを、ちょっと待ってね。 didn't really matter. But look at the scenario in 2022. You have a situation where their earnings are expected to drop by almost 40%. Deal making has slowed. Trading is still holding steady, but it is nothing like the boom time of last year. When you have a scenario like that and a division that is sucking up a lot of cash, that is losing money, that is going to result in a lot of grumbling, and that is something that we've definitely seen across the firm in the recent months. What's it going to take for it to make money? Give it time. You ask the Just more deposits, ちょっと待ってな。 more deposits. The CEO will tell you that this is all investments. This is not losses. That's not how you 週 should look 足 at it. 蹴るとな Investments は take time. さら But に once you do 下に start 行って making そのまん money, ま it 行 will きそうない consistently から、 throw off まあ free トレンド cash. 的にちょっ The とね question 下 is, なんだ does と思いま everyone すよ、 else 週 in the 足は。 firm have the patience な to んだけ wait ど、 that long, or will they force 下に行 leadership って to るんだ act け and do ど、 something different and 日 drastic? 足で見ると、その、 Does this ところど force ころ leadership リ to バウンドがあるんですよ。 accelerate what they're doing at Marcus or だ slow か the ら、 process down? 売ったとしても踏まれるリスクとなって、まあ、また戻ってくるんですけども、意外となんかこう、数週間待たなきゃいけないみたいな。ゴールドが、そうなの。金利が下がってる。金利が下がってる。ちょっと待って、これの何してんだっけ。これか。Shri, great scoop. Thank you for bringing it to us. Really appreciate it. Thank you very much indeed. Shri Natarajan joining us on the latest surrounding Marcus and Goldman Sachs. Talking of concern, let me talk about this chart here. This is the cable rate going back 40 years. It encapsulates 1992, the 16th, obviously, of that year of September. Before Black Wednesday, the crashing of the sterling out of the ERM. This is what you can see there. You can see that move down. The irony is that while we're watching this now, we're actually well below that level. We're back at 85 levels for sterling, and sterling is under real pressure right now. We've been below 114 today. We're just beginning to pick up a little bit right now. But nevertheless, the latest data, the latest retail data out of the UK, and it comes hot on the heels of all kinds of data series, painting a very bleak picture for the UK economy as we head into this winter. だから、こう、日本、日経なんだけど、こう上行って下行ったでしょ。で、こっからこの、とんがったとこまで、トレンド的に上がるんですよ。だから、こっちも、若干無理あるんだけど、上から下来てるでしょ、これ。こう来て、こう。これがこう似てて、そうすると、これにめがけて、こっちに行くっていう。難しいか。ただね、そうだね、ファンダメンタル的にこの、フェデックスみたいな株がいっぱい出てくると、下なんだけども、基本的には、力がこっちの方に行きやすい。うん。で、ファンダメンタル的な悪いニュースがあると、こっち行っちゃうんだね。多分ね。うん。だから、こっからずっと下がるっていうのも、ちょっと考えようです。なんていうふうに考えてるんですけど。まあ、そうだね。これが、移動平均線みたいなやつで、ね、上から下、もう赤くなってるから、売られやすい地合いなんですよ。うん。だからそういうのもあるから、下でもあるんですけどもね、と。ただ、FOMC 終わった後にちょっとね、上行くんじゃないかと思っててな。
また売られてきたよ。今、ミニが、マイナス295、そうね。ラージに直して295枚。トッピ、母、マイナス38。大したことないでしょ。で、ラージ、マイナス56。これも大したことない。だから、親のラージ、日経とトッピ母は、比較的落ち着いてる。で、娘のミニ日経だけが、うろうろっつって。そんな感じ。親がもう冷めちゃってる。で、中2の娘のミニが騒いでるっていう、そんな感じ。なんか。でもアメリカが下げてる分、結構下がってるのかな。まあ、プライスは下がってるけど、ボリュームが全然ついてきてない。でしょ。だから、日経意外と反発しやすいのかなと思ってます。来週。まあもちろんわかんないけどね。例のスプレッドシート。Friday, the 16th of September, European stocks are down on the day and down on the week. The countdown to the close starts right now. The countdown is on in Europe. This is Bloomberg Markets European Close with Guy Johnson and Alex Steele. Okay, Friday the 16th, what's going on? Let me walk you through the price action. This is what we are seeing as we come into the close here in Europe. Stocks are down, we're trading 今晩のそれだけ下がりたい。そう。ナス兄ちゃん。何ナス兄ちゃんって。ナス兄ちゃん。ナスダック兄ちゃん。今度ね、S&P の売買動向、10月からアップデートしていこうと思ってます。そうすると海外の動きも売買動向わかるかなと思ってますので、そしたら4つ揃うことなんですけども、やっぱりね S&P も見ておかないと売買動向そっちの方がね、特に夜はね、今日若干どっちに動いてるか日経だけじゃ分かんないんで、売られてきたね。これでまだアップデートちゃんとしてないんですけども、まずこれラージ見ると今日の夕方ね、これで、これが5分ずつなってて、累積です、これ。だから、16時30分から全部足していったものです。そうすると、結構フラットなんだよね。フラットっていうか、100枚とかで全然、ほら、こことか6枚だから、売り買い拮抗してるんですよ、これ。で、途中で8時とかがすごい、買い越しになっていて、で、今はまたマイナスの100枚ぐらいなんですけども、で、こっちがミニで、もうほとんどずーっとマイナスでしょ。ミニが売り越しで、これがトピックスなんですけども、トピックスはだからもともともう最初からマイナスだったんですよね。で、ずっとマイナスで。プラスになってないのかな、これ。マイナス幅が非常に減ったってそんな感じですか。すごい減ってきたのが、この辺だ。11時。だから、11時ってあれだね、ミシガンが出た後か。ミシガンが出た後に、マーケットはちょっとこう軽くなったって感じ。
なんだけども、今またこう下がってきてますねと。でもラージがマイナスほら97でしょ。トッピーがマイナス39。大したことない。ミニだけがマイナス3800枚。でも3800枚といってもラージで380枚だから全然大したことないですよ。全然1000枚以下なんで、アメリカが下がってる割には日経の方の売り越しの枚数が非常に限定的です。珍しいこれは。ということは、プライスが下がってるのについていっているだけで、本当の売りじゃないと思います。だから月曜日は意外と反発しやすいんじゃないかななんて。日経とトピックスに関してはね。ドル上がったら日経どうなの？ドル上がったらドル安な？ドル高円安？もうでも円安続くんだったら日経はなんか強いみたい。だってこのままでいくとドル円115円って言われてるから、そうするとなんか日経が買われやすいっていう話。円安で結局。そうなんだ。ドル買いがそうだね。ドル買いがないと日経も買われるって感じだね。S q 開けても FOMC までよくよく。意外とね、この金曜日の S q って月曜日までちょっと続くんだと思います。だからこのまま相場がずっと下がるとしたら、それが月曜日まで続くと思ってます。はい。なんだけども、月曜のアメリカの朝でそれがもう収束して、そこから上がったりするんで、だから日本は火曜日ぐらいから、そうだ、連休だから、ね、意外と火曜日から上がるかもしれない。だから軽いんじゃないのこれ。そんななんかパニクるほどの売りが来てないでしょ。ね。全然なんかやる気なさそうな売りですけど。来年再来年アメリカが利下げして円高になったら日本は2倍返しになっちゃいます。そうね。ただその利下げできるかどうかなんでね。この気候変動とか考えると、ちょっとね難しいんじゃないかって。1が150円、中国並みの人件費なので、それは許さないから、為替が下がると解説している人がいた。そうなの？1ドル150円の中国並みの人件費なの。だってなんかこの前のニュースでなんだっけ、中国人の方が日本の給与安いから中国に帰ったって。中国の方が全然給与いいって。なんかそういう記事あったよ。だからもう始まってんじゃないですかね。だから意外と本当は給与上がんなきゃいけない日本なのに上げないから、企業だけお金持ちになってるからバランスシートいいんですよね。企業、日本の。だったら日本株買うべきなんですよ。だって我慢してるのは日本の従業員だから。
そういうことだよね。お母さんお父さん娘は元気ないですね。元気ない。いや、元気ないのはね、お父さんとお母さんはね、やる気ないだけ。お父さんだって今ほら、マイナス115枚でしょ。お母さん、マイナス36枚。ね、娘だけ、マイナス3572枚。と言っても、ラージに直すと355枚とか、そんな感じなんで、大したことないです。どっちにしろ。やっぱこれだよね。このトピックスのこの下の薄商い。もう、下は行きたくないっていう、この嫌気的なこのリバウンド。なので、トピックスが強い分、底堅い分、全体的に底堅いんじゃないですかね。こういうところちょっと気になるんですけど、ボリュームがあるからね。そう。これなんか220円のドルの800万円ぐらいあるんで、ちょっと下に行くインパクトそこそこあると思うんですけども、なんせトピックスが行きたくないみたいな感じなんで、意外と今日はセーフかもしれない。こんばんは、どうも。あ、ポータルさんだ。日本のスライムのつらい。そうだね。どうしようもないね。なんか韓国の方が結構給与出るらしいよね。IT の人たちとかね。なんだろうね。あんまり良くないって思ってんだよね、多分ね、経営者がね。そういうふうに差別しちゃうと、この人はできるからお金あげようっていう、その概念がちょっとないのかなって思わない？ね。一応みんな平等にしてっていう。そう。だから、できる人はね、つまんないよね。だからどんどん海外に出てっていった方がいいと思うし、あとはもうね、外資系に行ってそこで働けばいいんでしょうけど。ただなんか安定してないからそういうの嫌う人もいるよね。すぐ切られる外資だと先行き不安だしっていうね。まだね、終身雇用的な年功序列ですから、そういうのが好む日本人っていうのも多いと思いますよ。which when we look at the detail look pretty good. So let's take a 6-month view on fiscal policy rather than anything we see next week. As you say, the Bank of England might be more interesting. I don't think they go for 75. 50 seems more likely. But let's see what the guidance for the next meeting shows. That's where we might start to think about that upside risk a bit more seriously. Big week though, nevertheless. Lots of news to digest. Lots of things happening. Got to throw the Fed in there as well. Callum, great stuff. Thank you very much indeed. Callum Pickering of Berenberg updating us ahead of that huge next week for the UK. Coming up, we're going to get an outlook for emerging markets. Dollar strength posing new threats to the global economy in a big, big way. Strength to strength to strength for the dollar. Timothy Ash of Blue Bay is going to be joining us next. We're going to talk Russia as well. That's next. This is Bloomberg. Certainly there is a feedback loop into the US dollar because as the rest of the world weakens, as emerging markets weaken, people tend to buy the dollar. We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg Catalyst. This platform will help them share their ideas to reshape our world. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. あ、ごめん。スペースの皆様、どこにいる？おう、ごめんなさい。忘れとった。すいません。お元気ですか？
イエイイエイイエイ。もう金曜日の夜なんで、皆さんどっか遊びに行ってるのかと思ったんだけど、違う。3連休だし。ねえ。なんか、外もそんなに暑くなくなってきて、遊べる夜になってきたじゃないですか。違うの。今トピックスのね、これ全体が見れるね。これ。よいしょ。これだけ見てりゃいいよ。ちょっと細いけど、この辺でいい？これがだからトータルだから、マイナス23枚売り越し。ね、大したことないでしょ。飛び母ちゃん、力握っている母ちゃんが強し。そうなんだよ。だから、ちょっと思ったのが、トピックスがね、先行して動いてんじゃないかと思って。まあ。で、その後に日経がなんかフォローするっていう。なんか昨日同じようなこと言ったんですけども、今日もつくづくなんかそういうふうに思いました。うん。なんかね、だからこれがプラスになったら、今これマイナス22だけど、これがプラスになったら、反発するんじゃないのこれ。ミニが。Global Business Authority. こうしとこうか。ね。で、これ5分ずつ変わっていくから。話変わりますが、ミシガン大学消費者信頼関数一時的だったってことでいいですか？強かったんだっけ？多分ね、そうだね。まだこう、景気が悪いっていう概念ないんでしょうね。なんかだって中古車がなんか変に買われてるらしいじゃないですか。まだねお金を使おうとするとこはいるみたいですよ。あと家も中古の家結構売れ筋がいいとかいう話ですかね。まだ購買力あるみたい。それが抑制しないと、なんていうの、こう低くね、信頼感的に低くならないと、まだ景気は強いんじゃないかって思ってる人が多いみたいですよ。このマイナス幅が増えてきたらちょっと下なのかななんて思ってるんですけどね。でもミニ少し買われてるな。The question is now is how Putin gets out of this war, right? And I think the Chinese will be pushing him to do that. なんか思ったほど派手に動かないっていうそんな感じだよね。だから私のこれダウいいかなダウ。People throw the WMD out, quite quickly. I mean, in battlefield terms, I think the army guys are saying it's not that easy to do. You've got to have a concentration of Ukrainian troops at a particular point in time, at a particular place for it to be effective. What about
もう下値圏で横横になってるから、これ以上なんか上下にずれるってことないのかな。ね、あとあれか、やっぱり引けの個別のヘッジとかが入るのかな。そうすると、どっちかといえば下なんでしょうかね。わかんないけど。8月の58.2 から上昇し、9月の高水準を突き上がすると下落続く中、インフレ傾向とは巡る懸念が由来だ。エコノミストがまとめた予想は60だった。あ、そうなんだ。じゃあちょっと低かったのか。まあでもね。59.5 が速報値でしょ。で、予想が60だったの。この 0.5 の違いがどれぐらい違うのかよくわかんないですけど、ほとんど変わらない。ほとんど変わらないって思っちゃうんですけど、ね。1年先予想インフレ、8月の 4.8 から 4.5 に下がった。5年先の予想インフレ 2.9 から 2.8。まあ、下がることは下がるんでしょうけどね。下げ止まりっていうのはあるんですね。ちょっと下がるんだけど、それ以上なんか下がらないとか、そういう懸念でしょう、多分。If you get out of Ukraine, there'll be some kind of normalization in the relationship with the West, and that's good for global markets. Okay, how is it good for global markets? Like, what will immediately happen? I can't imagine all of a sudden, like, huge gas flows would be transmitted from Russia to Europe. How do you see that evolving? Well, I think you could see that actually. I mean, you could see some kind of normalization of gas supplies to Europe. I'm not saying we're going to的確なのは、あれみたいだよ。やっぱり住宅市場の住宅指標もそこと、あとは誰かなんかね、クレジットカードの動向、これもなんか非常に影響あるみたいで、やっぱりその買い物とかにね、クレジットカードをアメリカ人よく使うから、それが使うその頻度がなくなってると、やっぱりその分上品にならないから、そっちの方が分かりやすいとかいう話ですからね。あとはね、なんかね、来年から厳しくなるから今年こそ、プレゼントとか結構いいものを今年は買うっていう感じで、来年は買えないんで今年ぐらいはいいものを買うっていう人が増えるんじゃないかっていうことで、今年のなんかその小売りとかが年末にかけて非常に伸びるっていう話も聞いたことあるけど、そういうことが起きたらさ、パウエルさんにとってはもう誤算だよな。なんで使うのって余計なんかインフレっぽくない？だからそういう懸念も出てくるんだよね。難しい。そうするとバンバン金利上げるでしょ。そこで。そこがタイと思って。で、そういうことやるとなんかおかしくなって何かが潰れるとかね。そういう事態になってくると思うんですよ。そうするとやっぱり年末に変なことが起きやすいっていう、そういうことらしいですけども。ほら、マイナス74。売られてきた？ほら、日経も売られてきたじゃん。やっぱ先行指数なんだよ、トピックス。トピカーちゃん。サービス価格が上昇していて、人件費がステッキーで一旦上がると、スティッキーでそう、下がないってインフレが、そうだね。なんかびっくりなのが、90年代初期でマクドナルドで働くと時給4ドルぐらいだっ
だったらしいんですけど、それが今では20ドル以上だって、時給。だから、どれぐらい経ってるの ?30 年経ってるけど、5倍以上人件費20ドル。で、それを、だから、それでもってずっと生活してる人がいるわけでしょ、その人件費でもって。だから、生活水準を下げなきゃいけないんだけど、なかなか下げられないから、人件費だけ高いらしいんだよ。そうすると、企業がそれについていかれなくて、バタバタ企業が潰れてっちゃうんだって。なんかそういうのも聞いたよ。QT いつ発動するか、金利、そうだね。2年金利が 3.9% にまた乗ってきました。そうですか。フェデックスもびっくりしたね。あれ、朝すぐツイートしたんですけど、私。ちょうど海外のアメリカのスペース聞いてて、朝のね、6時ぐらい、スケッパーでずっと聞いてたんですけど、なんかね、悲鳴が聞こえたんですよ。携帯から悲鳴が聞こえて、うわーどうしたのフェデックスが落ちてる、うわーとか言う。何それで起きたんですよ。で、何の騒ぎかなと思って、そうとか聞いてたら、フェデックスがなんかすごい株が落ちて暴落してるとか言ってる。で、その人はなんか、前に指数のプットを買ってる人で、これから落ちるからっていう話をしてて、フェデックスが 20% 落ちて、ものすごい興奮して喜んでた。その喜んでる声を聞いて、私起きたんですけど。ねこれか。US government bonds。これはあれか。10年も前。まあでもね、右肩上がりだよな。これでも2 year って見えるもんね。US 2 year。There has been a plea that pubs and cafes and restaurants stay open so that all of these people that are coming up have somewhere to go. There is a flower stall at London Waterloo, which I pass now every day. It is buzzing, not with bees, with people buying flowers to take over to pay their respects. So it is a fascinating story, but I think next week post-Monday, we've got some big questions to answer here. Wednesday, Bank of England, Friday, the fiscal event. We're going to talk about all of that as well. Markets are about to close. This is Bloomberg. At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails. 3.925 の 3.930 ですよ。Help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to これはすごい bring わ。 them to life. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst. MBS 購入、そっか、完全終了でそうなったわけね。なんだけど、じゃあ、株はもっと調整するべきなんだな、本当はな。だけど、なかなか、そう簡単には落ちないと思うよ、これ。すごい、ケルトナより下にこんな、だ
だから下行っても、こういう感じでほら、すぐ戻ってくるでしょ。これなんだよね。まあでもこれ、ここからずっとトレンド的に下行くっていう話もあるけど、FOMC 終わったらね、こっちの方だと思うんだよな。このね、とんがってる山が、ちょっと気になる。こっちに引力があって、こっちに引っ張られるかなと思ってます。MBS 購入が終わると、次はなんかね、マイナス、なんとかっつってんだよな。マイナスレポなんとかって、なんか言ってたような気がする。QT ってあんまりなんか経験がないっていうか、あんまり変なことやるとなんか、おかしくなっちゃうから、慎重になってるらしいですけどね。マイナスレポなんとかかんとかっていうやり方があって、それはちょっとね、難しいんでよくわかんないです。でも QT に関してはあんまり、今までなんかこう経験そんなないんで、どういう風に扱ったりかわからないとか言ってましたね。マイナスほら92、そして日経下がってくる。やっぱりインジケーターだよ。違う？トピ母が先に動くと、それなりに日経も後でついてくるっていう、そんな感じ。ね。And you're certainly seeing FedEx reflecting that. The story today is negative, but actually I think it's probably more instructive to talk a little bit about what we've seen this week. ただ、こっから下はどうなのかなってね。これ以上下はちょっと薄商いになってくるんで、さすがの時も止まるんじゃないかなと思ってますけど、この辺が売りだったんだな。やっぱケルトナーの上は売りでしたねっていう。So continue to keep an eye on what is happening there. We've obviously broken 390 on the S&P today. In terms of the sector story, technologies at the bottom, industrial goods and services, real estate, chemicals. The only sector on the week that really has shone has been the banking sector. もう一回ね、6月の時の SQ の動き、ちょっともう一回見ようと思って、なんかちょっと似てんじゃないかなと思ってます。Two kind of main themes that I want to focus on. One of which is that FedEx story, and the other one is the energy story in Europe. So the Royal Mail story is emblematic, I think, of what is happening here. So you've got the story developing around FedEx, comes out, lowers guidance. We get the full details next week. Remember, this is a pre-warning that we've got here. 前回もだからほら、ね、17日は金曜日、6月17日金曜日にこうガタッと下がるんだけど、次の日っていうか、週明けて月曜日、反発するんですよね。だから、それに似てる感じなのかななんて思ってるんですけど、The scale of the problem there is so big now. The bailout これを is not going to work. We're effectively going to see nationalization. So Uniper down S&P で today. It's down 見た aggressively 時 this の week, but today's move actually relatively small. 4時間 Interesting story as well. Trading 146 down by 1.6%. ちょっと細かく見たいから4時間足にして、その時の準17日、はい。Which it's going to sell now at a higher price. This was part of its energy transition plan. It's made significant money off it. Not sure that was the intention up front, but it's certainly working out. I didn't actually tell that very well. Probably best to talk to the reporter that actually broke the story. Shall we do that? I'm going to bring in the reporter who broke that story, Todd Gillespie, joining us. Hey, Todd, can you walk us through what actually happened with Volkswagen here? And if they're selling the energy, what are they going to use instead? 6月17日の10時半からの
チャートを見ると、その最初の4時間でもそこを打ってるわけで、その次の日の、日付が変わって18日、つまり土曜日の朝の2時30分から、実は相場がもう反発してるんです。じゃあ、今回もそういうことが起きるかもしれない。まさか。どうそれどうそれって。なんかでも起こりやすいんじゃないこれ、先生。どうもこれ。なんかみんながね、悲観的になってる時って結構ね、反発しちゃうんじゃないかなっていうこといつも考えるんですけど。結局6月も個別の引けがあるから、個別は個別でなんかね、買いヘッジが入ってたのかね。そんなことないか。まあでも反発したと言っても、前のローソク足の高値よりは高値以上には行ってないから、なんとも言えないけど、次の日だから月曜日からね、反発してるのが面白いね。これが6月だったと。ね、クワドルプルトリッピング。Yeah, so the German government is basically saying, we've kind of extended all of our options. We've run out of options now. Let's just take everything in house. 何を見てるかというと3月切りです。3月切りのクワッド。You're also talking about nationalizing Uniper, which is, let's bear in mind, is owned by Fortum, which is a majority owned by the Finnish tax. これ上がり相場だったんでしょうがないと思うんですけど、3月のエクスパイアって123だから18か。めちゃくちゃ上がってんじゃんこれ。Todd, can you help me understand at this moment, if all the announcements go through, how much will the German government own of energy in Germany? そもそも上げ相場だったから、そのまま上行ったんでしょうけども。だとするとやっぱり6月に似ているのかなって、今回は。ね、ここに当たるんで。gas industry. We're talking about the largest storage units as well. We're talking about Raiden in Germany, the largest storage unit in Europe. We're talking about Heideck as well in Austria, this massive storage unit that's owned by the former Gazprom unit. 皆さんも疲れてるんじゃないですか。1時40分になりましたんで、もうそろそろ。ね、ちょっと相場売られてますけども。あとはノートの方に投稿しておきますんで、マイナス65なんだけども、ちょっと下行っちゃってるね。ここ気をつけたよね。220円ね、220円のラージなんだけど、ラージ日記の220円が815枚トレードされているから、ちょっとインパクト的に下に行きやすい試合になっております。まあ50円ぐらい下行ったとして、170円とか、もうちょっとか。
150円まで行ってもおかしくないぐらいですね、多分ね。まあでもトピックスがそんな下に行きたがらないような枚数になってるんで、どうなるかなんですよ。ただ一回行った方が、それで変にプレッシャーが、売りプレッシャーがそこで解消される分、変わりやすい試合になってくるから、一回下を見た方がいいんですけど、もしそれができなかったら来週まで持ち越されるっていう、そういう状況ですかね。なので、この220円、27220円、こちらを気をつけていただければいいかなと思います。はい。ということで、以上です。じゃあ、スペースの皆さん、良い週末というか連休をお過ごしください。Great scoops. Thank you very much indeed. We really appreciate reading them. Toggle SP, Bloomberg Energy Report. で、また会うときは火曜日か。So we are done for the week for European equities. Let me just bring up the FTSE, just give you an idea of what has happened in terms of the auction as we come through to the end of the day. Fairly negative sentiment dominating. 結構また動いてるかもね。月曜日、海外が動いてるのを考えると、火曜日っていうのは、どっちかって言えば、下から始まるかもしれないね。この試合からいくとね。はい。ではマイクを真似してミュートにして後でフェードアウトしますので、お疲れ様でした。どうも。I mean, that's really what I'll be there. Don't worry, it's going to be good. That's really what I'm asking about. But staying on the energy theme for a second. ブンブンハル YouTube ありがとうございました。マジ疲れてたよ。マジ疲れてた。For the UN high-level debates, and top on that agenda is climate change. So we're going to speak with someone who's a group of who's part of a group of advertising the UN Secretary General on climate. Well, I can't read prompter. We know this. Rachel Kite of the Fletcher School at Tufts University is next. あとこの夜の売買動向は、この週末使って自動的にアップデートするようにしますんで、はい。もう少しね、頻繁に出せるようになると思いますね。よろしく。じゃあね、失礼します。ドン。ありがとうございました。Thank you, thank you. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action, Bloomberg New Economy Catalyst.